この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこいいイラストですよね。松さんの作品、東京リベンジャーズ、マイキーくんとイザナくん。いつも勉強になる動画を拝見させていただいております。今回自分では行き詰まってしまい、もしよろしければ添削をしていただきたいと思い、メールを送らせていただきました。二人は対立する強大な不良組織の総長同士です。イラストでは横顔を互いに外を向く対立感に加えて、仲間に情が強いマイキーと空虚なイザナという印象を持っていたので、二人の視線の高さも対立させました。シンプルかつ強く見せたくて描いてみて、自分の中でやりきってはいるのですが、やはり何か物足りないような感じがします。背景と色合い、周りのオブジェクトの是非なのか、一度迷うと何が良いのかわからなくなってきてしまいます。斉藤直樹先生の目から見て改善点を教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。とのことです。まず、明確に自分でやりきったと言い切れるぐらい突き詰めたこと。これがね、本当に素晴らしいです。やりきったけど何かが足りない。それが何なのかわからない。その状態まで持ってこないと、こういう添削を受けてもですね、ちょっと今回は手を抜いちゃったから、俺も本気を出せばちゃんと書けたんだよっていうね、甘えが発生してしまって、添削の結果を素直に受け取れないことがあると思うんですね。そうなってしまうと添削を受ける意味がないと思うんですが、松さんはしっかりと自分の限界に挑んで、やりきったと言い切れた。シンプルなことですが、なかなかできることではありません。これはね、本当に尊敬すべき対応です。松さん、すごいです。で、今回どこを添削していくかなんですが、今回のテーマは、レイアウトです。この作品、確かに一個一個のモチーフはこれ以上ないぐらい描き切ってあって、とてもバランスが整っていて、一見ね、これ以上ないように思うんですが、レイアウトという視点を加えることによって、さらにもう一段階、松さんの作品にバリエーションを持たせることができると思うんですよ。どういうことなのか、実際にお見せしていきますね。それでは、早速やっていきましょう。まずですね、今回の本題、レイアウトに行く前に、キャラクターの形状、少しだけね、整えていきます。そんなに気になる部分は多くはないんですが、ここまでね、しっかり書き切ってあると、逆にですね、少しの違いが気になってしまいますので、より高いレベルでの話だと思って聞いてください。まず、イザナくんの顔のバランスを整えていきます。一応先に言っておくんですが、この二人の関係、あまり突っ込んだことをね、言い始めると、ネタバレになってしまいますので、そのあたりにはね、あまり触れずに進めていきますね。じゃあ、やっていきましょう。はい。イザナくんの顔のバランスがですね、ちょっとこう、顎を引いている影響もあって、少し顔が細すぎるような感じがしましたので、その印象を緩和しました。あとね、耳もちょっと小さかったので、少し大きくしました。あとは、ここですね。はい。頭の形です。この上の部分ですね。ここはですね、シルエットに関わる部分なので、意外とね、大きい部分です。添削前は、つるっと丸いような感じのニュアンスだったのですが、結構イザナくんって、頭の形、四角いんですよね。なので、その印象に寄せてみました。ね、これだけで結構違うでしょ？で、次に前髪ですね。やってみます。
はい。ここはですね、ちょっと細かい部分なんですが、添削前はですね、前髪が綺麗に切り揃えられているような感じだったんですが、もう少し長さにこんな風に差があった方が、イザナくんのラフな雰囲気が出ると思いますので、そこを少し調整してみました。で、これだけでも十分なんですが、もう一歩踏み込んだことを言うと、今、髪の毛を全体的に見て少しのっぺりした平坦な印象になっているんですよね。それはなんでかっていうと、この髪の毛の中身の塗りの問題です。もう少しメリハリをつけるためには、こうするのが効果的かもしれません。はい。髪の毛の毛束をですね、いくつかのブロックに分けて、その境界を濃いめに描いてあげる。そうするだけで、ほら、髪の毛全体にメリハリがついたのと、少しですが動きも強調されたのがお分かりいただけると思います。こういうちょっとしたことだけでもキャラクターの見た目をよくできますので覚えておいてください。あとはこれは欲を言えばっていう感じなんですが、体も少し小さいかなっていうふうに思いました。少しだけ大きく調整してみますね。はい。体を少しだけ大きくしたのと、あと、イザナくんのトップは、このワインレッドに加えて黒いラインが特徴的なので、そのデザインを付け加えてみました。次に、マイキーくんですね。マイキーくんは僕が見た限り、すごくね、雰囲気を捉えられているので、もうほとんど言うことはありません。ですが、あえて言うならということで、細かい点、少しだけ添削していきます。まず、マイキーくんも、イザナくんと同じように、体が少し小さめな感じがしますので、そこを調整しましょう。はい。こんな感じ。で、それに加えて結構マイキーくんのトップクは襟がね、結構大きめなので、そこを少し大きく修正しましょう。はい。襟の大きさと、あと刺繍の部分。胸のところにね、唯我独尊。そして左肩に初代総長ってね、書いてあるので、それをしっかり書いていきましょう。これですね、あんまりうっすらと書くと、刺繍じゃなくてプリントに見えてしまって、ちょっとね、こう、コスプレ感が出てしまうので、ちょっとね、細かいところなんですが、この辺はこだわっていきましょう。で、最後、イザナくんと同じように、髪の毛の毛束を少しだけ加えてあげてもメリハリが出ていいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じです。さあ、ここからが本番です。本日のメインテーマ、レイアウトですね。このままの見え方でも十分素敵なんですが、実は今のレイアウトって結構広い面積で印刷するときに映える見せ方なんですね。例えば雑誌の見開きページだったり、あとはね、すごく大きな看板とか、そういう大きな印刷を想定していれば、これでも十分見栄えがするんですが、ただ、例えばこれが小さなバナー広告だったり、サムネイルのように小さな媒体で見せなきゃいけないビジュアルだったりすると、ちょっとね、印象が弱い感じがしちゃうんです。そういう場合には、どうレイアウトをすれば印象的になるのか、そういう例を見せていくことで、松さんの中に、そういう見せ方もありなのかっていうね、一つの気づきを得ていただけると嬉しいです。あくまでレイアウトの一例ですので、そこを踏まえて見ていってください。まずは、こうしちゃいます。
はい、画面中央にひび割れを書きました。そしたら、こうしちゃいます。はい。マイキーくんとイザナくんを中央にくっつけて、割れたエフェクトの中心で分断しました。この演出の狙いは2つです。1つはさっき言ったように、小さな媒体の場合の見栄えですね。このように2人の顔を物理法則を無視して近づけて、見せ場をギュッと凝縮することで、狭い面積の中でも見せ場をなるべく大きく見せられて、とても見栄えがする。そういう狙いがあります。で、もう1つは対立関係の強調ですね。この2人はね、バチバチと対立している東京卍会と横浜天竺の総長同士ですから、こうやってひび割れ越しに合わさることで、さらにこの2人が激しく対立しているっていう表現をすることができます。で、あとはですね、こんなのもありですね。はい。2人のロゴを拡大して、イザナくんの世界は黒、マイキーくんの世界は赤っていう風にね、背景の色自体をひび割れを隔てて分けてしまうことで、この2人の対立構造がさらに際立つような画面作りができると思います。でね、これだけだと世界観自体が分離しすぎてしまうっていう場合にはですね、上に重なるパーティクルなどで上手に世界観をつなげてあげましょう。やってみます。はい、こんな感じ。こういった割れガラスのような尖った破片のパーティクルを追加することによって、さらにこの2人の対立、危険性を見ている人にビシビシと感じさせることができると思います。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、下がビフォー、上がアフターですね。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？結構ね、迫力が増した感じがあると思います。どうでしょう。はい。それではですね、最初はこんな感じでした。まずはじめに、2人のね、体つきを少しだけこんな風に添削して、そしてその後に、レイアウト。具体的には小さな画面でも見栄えがするようなレイアウトにするために、ひび割れ越しに2人を近づけて、左右で色を赤と黒に世界観を分けてしまう。そんなレイアウトの仕方もあるよっていう一例をご紹介してきました。いかがだったでしょうか？今回はキャラクターももちろんそうだったんですが、背景の見せ方によって印象がすごく変わった部分も大きかったと思います。今回のような回を見てですね、そういう例をもっと見て自分の絵に活かしたい。そう思った方はですね、こちらの動画、誰でも簡単背景の描き方5選もおすすめです。それでは最後に気まぐれじゃんけんのコーナーです。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。